皆さんメレカリキマカ皆さんのふとした瞬間の励み、ちょっと待って、なんかって言って俺知らないこと見ちゃった今なんかって思ってあ、そういう感じでいくんですね。オッケーオッケー。はい、というわけで皆さんもうちょっとしおりさんこんな感じでやってますけれども、皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズでございます。中学生の時一時期あだ名がセニョリータでした。メインパーソナリティ務めます瀬野和也です。よろしくお願いします。そしてはい、中学生の時一時期あだ名が三浦のボイラーでした三浦しおりです。よろしくお願いします。どういうことなの？三浦のボイラー三浦のボイラーっていう CM がありまして、知らないそれ。多分しんすけさんが出てるやつ。はあ、そう多分ボイラーの会社だったのかな、分かんないけど。太一知ってるそれ？知らないよね。絶対 YouTube とか絶対何歳？いや中学生の時。でも全然10年前とかの話ですよ。見たことある人いたらぜひ教えてください。ちゃんとフルでボイラー三浦のボイラーみたいな感じで呼ばれてたよ。それはちょっといじられそうちょっと嫌だったるのね。嫌でした。そう三浦のボイラーっていう CM、 会社の多分 CM。 はあ、そうなんですね。セニョリータもなかなかだけど。セニョリータもなかなかだよね。そうだよね。しかも大体結構みんな呼ぶときは勢いよくおセニョリータって巻き舌でね同伴だけどねみたいな感じで毎回ね確かに迷うね。いや迷うよ。というわけで皆さん最初の挨拶でメレカリキマカということで始まりましたけれども、このメレカリキマカはねハワイ語でメリークリスマスということで、この第5回のラウレアタイムズを皆さんにお届けできるのは12月23日ということでクリスマス直前でございます。というわけでこの、スタジオはこういうクリスマス仕様になっております。皆さんこのクリスマスシーズンどのようにお過ごしでしょうか。皆さんがハッピーでね、前回のテーマ幸せでしたけど、ふとした瞬間、そうですね、ありましたね。皆さんやってますか？ラウレアメレカリキマカやらないのかよメレカリキマカラウレアニューイヤーどういうこと？メリークリスマスハッピーニューイヤーってメリークリスマスみたいな感じよ。メレカリキマカラウレアニューイヤーいいじゃん。あ、いいか、あったね。語呂はありましたね。ありがとうビートルズ。ありがとう。なんだっけ？誰？なんだっけ？ヘレン・ケラーじゃなくてなんだっけ？ヘレン・ケラー？違うビートルズの今の曲作った人。あ、ジョン・レノンってヘレン・ケラー。ごめんなさいジョン・レノン。そう、初めて性別も違うしね。すごいな。そんな感じですけれども、前回に続いて今回もですね、そのラウレアタイムとラウレア、これはハワイ語で幸せとかね友情という意味がありますけれども、第5回は後半戦ということで、友情について話していきたいと思います。というわけで今回はいい友達を持ったなと感じた瞬間ということですけれども、じゃあいいですか、早速はい早速いただいて、では行きますね。まずリリーさん、ラジオネームリリーさんです。コロナの期間ならではということで今境界を越えたオンラインのダンスの企画をしています。いいですね。私が思いつきで振り付けを説明した動画を撮りメンバーのみんなに送ると、ある一人の子が次の日に LINE をくれました。なんとその子は動画の中で一生懸命説明をしている私の姿を見て涙が溢れたよ、〇〇のノンクリスチャンの家族にも絶対何か伝わってるはずだよと励ましてくれたんです。私は普段人をまとめたりリードを任されたりするタイプの人ではないので不安いっぱいで始めた企画でしたが、心を込めて撮った動画で誰かの心に触れられたことが嬉しく、またそれをわざわざ伝えてくるその子の素直で優しい心も知ることができていい友達を持ったなと思いました。ちなみにその友達とは Zoom での集会を通じて約半年前から交わりをしています交わりをしていますが、なんとまだ直接会ったことがありません。いくつか直接会って今までのありがとうを直接伝えたいです。お読みいただきありがとうございました。もういいですね。しかも会ったことがないっていうね。そうね。ちょっとこの本当にコロナのことが
たからこそではあるね。そうですね、確かに新しい出会いがあってもやっぱりうんうんうん直接フェイストゥフェイスでは会えないっていうのはありますけども、思ったことを直接伝えてあげるっていうのすごい大事だね。そうね、ちょっとねこう思ってるんだけどこうでもこんなこと言ったらあれかなとか恥ずかしいかなと思ってねなかなか言えないことってあるけどね。しかもこう相手がその言葉をこう必要としてないかもとか思ってなんかこう言えないみたいなのあるけど、そういう時こそこうすごいこう相手に、ね、触れるものがあるっていうのはすごいあるよね。なんかすごいこれで改めて思ったわ。ね、でもこのね、ダンス企画っていうのをぜひね見たいですね。ねえ本当に、ちょっとリリーさん教えてください。教えてください。ね、せっかくちゃんとこの名前をね、そう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 伏せてるというか、はいハンドネームを送ってくれてるんだけどもね、ぜひ完成したら教えてください。本人だって分かっちゃうっていう。まあねね、でも見たいですね。そうですね。はい。じゃあお次の、はい前回も送ってくださったスノーボールスラッシュさんからです。あ、はい。嬉しい。ちょくちょく電話をして祈ってくれる友達がいた時、いいですね。コロナだからこそ。あと、大学で一人暮らしの時に熱が出たけど薬も体温計もなくてしんどかった時に特に仲良くしてたわけではない友達がわざわざ来て必要なものをいろいろ持ってきてくれたので、私もそうやって友達にできるように熱が下がったらすぐ体温計を買いに行きました。すごい素晴らしい行動力、いいですね。でもこう特に仲良くしてたわけではない友達がわざわざ必要なものを持ってきてくれたっていう、そこのギャップにもね、そうね、なんかこうあの子あんまり話したことないからとか言ってこう、壁を作るわけでもなく、それでも言ってあげるっていうのはそういうふとしたのって嬉しいよね。嬉しいね。まさかのみたいなところでまたさらに嬉しさが倍増っていう、あとちょっともう一個スノーボールスラッシュさんが他人の話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 ですか。他人の話みたいなんですけども、雷が怖くてとりあえず電話したら出てくれたいう友達が大丈夫だよと励ましてくれたので無事娘を保育園に迎えに行くことができました。おーなるほど。娘さんがいる方が、雷が怖くてしょうもなくて、とりあえず電話したっていうことですね。なるほどね。でもね、こう突然電話来て雷怖いんだけどとかふざけてんのかみたいな感じに思っちゃうかもしれない。うちだったらいや僕だったら大丈夫だよって言ってあげるな。ごめんなさい。自分を喜ばせようとする。それ前回の放送でもなんかそうですね。なんだっけね。そうですか。いやありがとうございます。ぜひまたスノーボールスラッシュさんの次回のやつもぜひ送ってください。次はですね、はい。ンタンタクロースさんからですね。サンタクロース。はい。ちょっとサンタクロース的な感じでちょっとクリスマスにちなんでくれましたね。大学時代に彼女ができた時に、ある同性、男性ですね。ここは男性の親友が話があると言ってきて、寮のベッドの中に入ってきて、彼女と俺どっちを取るんだと聞いてきたところ、僕はもちろん彼女を取るよと答えたら泣かれたっていうお話だそうです。その時にちょうど入ってきたルームメイトが、黙って察して部屋を出て行きましたっていう最高のやばいじゃん。同性でそんな泣くほど大好きってなかなかないですよね。そうね。恋人ができたからそうだね。なんか俺と遊んでくんなくなっちゃうのかなみたいなね。それぐらい大好きになられタンタクロスさんはそれぐらい好かれてたってことですからね。同性で本当にこう一緒にずっといてくれるっていうかなんか、そういう友達でねずっといてくれるって嬉しいよね。お腹鳴ったね。お腹鳴りましたね。お腹鳴りましたね。お腹鳴りましたね。いや本当にいるっていうか今いると思うけど。でも彼氏ができて泣くほど泣きはしないかな。泣きはしないか。そうね。でもこう今までずっとこう一緒に遊んでた友達が、それこそ最近私の友達に
彼氏ができたあらお友達がいるんですけども、デートの時間あるかなとか、やっぱ2人の関係邪魔したらあれかなと思うと、ちょっとやっぱりこう友達として寂しいよ、まあ、でもそのねこの2人の関係とかもすごい祝福したいし、すごい2人のことも大好きだからすごいいいんですけど、でちょっとねこう友達としてもこう寂しい思いはちょっとあるなっていうのは実際のところであまあねりますよね。そうだよね。ね、でこう今うちらもさめっちゃ遊ぶじゃん。そうね。だからなんかそういうのがもしうちもね彼氏ができたらこうそうですよね。ちょっとまあ減っちゃうそうだよね。可能性はあるじゃないですか、う友達との時間っていうのは。ん、ね、まあ逆にね、今このレコーディングをね手伝ってくれた太一って、名前出したらよかったね。太一って言いますけどね、僕にね彼女がもしとか婚約者ができましたって太一はきっと泣いてくれるんじゃないかなと思いますね。ね、でも今も泣きそう、目がうるうるしてる。ああね、あ本当太一目潤んでない、泣きそうなんじゃないの？すいません。役もあるから。いやでもこのタイミングで太一がもしもう僕ほぼ毎週日曜日一緒に飯食ってるから、これで太一がごめんなんか俺今日デートあるからあそうなんだじゃあ俺一人でラーメン食べ行く。そう僕ね一人でご飯好きじゃないのよ。そうすごい嫌なのよ。どうするその場合そうなったら。そうなったらまず絶対外食はしない。もう外食はしない。そう寂しいからだからもうコンビニでパッと食べられるもので済ましちゃう。いやそうね。確かにでも想像するとちょっと悲しいね。そうですね、しかもその友達しかこう、ね、誘う人がいないみたいな状況だったら余計ね寂しいですわ、ね、まあ今日は3人で飯食いに行きますけれども楽しみましょう。みんなシングルですから。じゃあセニョリータはなんだっけそっち忘れちゃった。三浦のボイラーか。しっかりしてセニョリータはまあいい友達を持ったなーって思った瞬間のエピソードってあります？そうですね、僕はあれだねこちらの太一もそうですし、またもう一人また別の太一もいて、まあねお互い15歳ぐらいの頃からもう長いからね。そう僕は15で向こうが16だったかな。そうでもうちょっと20年。そうだね、そうだね約20年だね。いや長いね。すごいね。そうね。まだ生まれてない20年前。そうだな今そうかと思っちゃった。嘘です。いや悪い友達おった。そうでもねなんだっけまあいっぱいね僕と太一エピソードはあるけど、まあ多分ね見てる人はねそれ太一優しすぎんって思うのは、なんかね映画見に行こうって話になって、で何の映画を見たいってなったんだけど、まあ太一は僕が見たいものでいいよって、何が見たいって言われて、でその時何が見たいって言われてやってたのが僕スター・ウォーズが好きで、スター・ウォーズのエピソード3が公開されてたの。エピソード3最後の最後。そうでエピソード3見たいといえばそれぐらいかなって。でスター・ウォーズ見たことあるって言ったら、ないっていう。ないけどそれでいいよって。優しい。だって皆さんエピソード3がどこのパートか分かります？そうスター・ウォーズをね見たことない人はあれですけどまあちょっと公開順で言うと456-123って公開されてて、だからかなり前が5本もあるっていうね。そうだよね。の3っていう3だもんね。それ見ていきなりなんか何の話みたいな感じじゃん。じゃあ映画じゃなくていいじゃんってなるじゃん。なるけどでも見たいんでしょって、だから見に行こうって。優しいでしょ。そうでも結婚しちゃったからね。それこそまさにそういうことですよ。わかりますよもう気持ちがね。ダンタさんの友達がね。そうね。でもねねまあいい友達持ったなって、その時もそうだけど、今でも思うよね。しおりはありますか？なんか私ね結構
まあ、いっぱいあるよね。いっぱいあるんだけど、すごい感動したのが高校生の時にすごい問題を起こしちゃって、でみんな隠れてやってたのに、たまたまうちが一人だけそのやっちゃいけないことをやってた時に、他の部活の子からチクられて、めっちゃ大問題になって、まずうちが2年生だったんだけど、3年生のそのキャプテンが降ろされるぐらいのレベルの問題になっちゃったの。何やったの？屋上の屋上っていうちょっと登っちゃいけないところに、柵もないのにすごいもう屋上のてっぺんに登ってて、すごい景色が綺麗で、その日台風の前日ってめっちゃ綺麗なの、夕日。夕焼けが綺麗だからって言って、ある同じ部屋の友達とめっちゃ夕日綺麗だよとか、屋上の屋上行って見に写真撮り行こうとか言ったんだけど、その子がちょうどこれから病院行かなきゃいけないから、じゃあ行って写真撮ってきてって言われたから、オッケーとか言って行ったら、そこの校庭から見てた同じ寮の他の部活の女の子が社科の先生にチクって、でなんか屋上の屋上を登ってたやつ降りてこいって言って、私だみたいな、しょうがなく降りてって、すぐ怒られちゃって、その日のもうお昼休みの時間に女子硬式野球部全員集められて、で監督からお叱りがあるわけですけれども、その時に実は私も登ったことありますって、何人かが言ってくれて、それで私もですって言って、同級生が全員手挙げてくれて、で後輩たちも私も登りましたって手挙げて、でもまあ1個上の先輩は誰も手挙げなかったってちょっとね、そこはちょっと苦いあれなんだけども、その時なんかすごく私もちゃんとやりましたっていうのを正直に言ってくれて、すごいその時は感動しましたね。すごい私一人だけすごい怒られてたから、それはちょっと、まあ登るなって話ですよね。まあねでも嬉しいよね、そうやってね、なんか一緒に隣にいてくれるってね。そう辛い時にやっぱ寄り添ってくれるっていう。そうだねスノーボールスラッシュさんの時もね、辛い時にやっぱ寄り添ってくれる友達ね。でも寄り添ってくれるってやっぱり大事ですよね。僕は一番最初に行った進学校の卒業式で覚えてることが2つあって、1つは卒業証書をもらうときに僕の名前を呼ばれるときに他の人の名前を呼ばれたってこととそれも太一と間違えられたからめっちゃ見つめて太一って俺のこと見てるよねと俺だよねとそうということと、もう一つはなんかその学校で一番メインで教えてくれてた先生がね言ってくれたのがすごい印象に残ってて、なんかここの学校でねいろんなことを皆さん学んだと思うけれども、でもなんか人の前に立つんじゃなくて隣で寄り添う人になってくださいっていう風にその先生が言ってくれたのはねすごくね覚えてて、そう今でもそれをなんかこうふとした時にものすごく思い出すんだけど、いろんなエピソードをね今日皆さん送ってくれたけど、でもなんかこういろんな話聞いててもこう寄り添ってくれるウタンタクロースさんの場合は本当にもう文字通りより文字通りねいい思い出だよね、大学でね。そうね。でもなんかその寄り添ってくれるっていうことで、またそのものすごくこう友情がもう僕たち親友だよねってなってない時からこういてくれる友達、特にこのクリスマスのシーズンってものすごくこう街も綺麗だし、なんかこうハッピーなね、ムードなんだけども、でもだからこそ自分って一人だな、孤独だなって感じる、なんか友達っていないなって思うような人もね多分もしかしたらいると思うんだけど、でもなんかこの話とかをすごく聞いてて思ったのは、実はみんなにとってのいい友達って自分が思っても見なかったような人が自分に与えられてるいい友達なのかななんて思って、多分多くの人にとってはこのクリスマスってショッピングのシーズン、恋人たちのシーズンって思うけど、でもなんかあなたのそばに寄り添いたいんだよって思って来てくれたイエス様がいる、友として来てくれたイエス様がいるってシーズン
僕たち自身もねそのイエス様みたいにねこう誰かの元に寄り添いたいと思うし、もしねこれを見てる中の人で自分って孤独だな、いい友達いないなって思ってる人がいたら、あなたのためにイエス様が来てくれたんだよってこのクリスマスのシーズンね感じられるといいですね。本当そうだね。このラウレアタイムズでこれを通してもねなんか皆さんと今こうしてなかなかオンラインで僕たちこう、この画面を見てるだけだと思うんだけども、なんかこういうねお便りというかエピソードを送ってくれたり、なんかして、皆さんとつながりたいなと思うし、僕たちも皆さんにとっていい友達になれたらなって思いますね。本当にそう思いますね、いつかなんかこうわかんないけどオフ会みたいなねだから公開収録とかやりたいですね。やりたいね、このラウレアタイムズはいろんな人がゲストに来てくれてもそういろんな人面白いかなって思うので、本当それそうなのでもし私ゲストで出てもいいよっていうぜひぜひ方いたらぜひぜひ友達トークしましょう。友達トークというか本当にというわけで次回のね放送は1月ですね。もうねニューイヤー、もうラウレアニューイヤーです。ラウレアニューイヤーハッピーニューイヤーか。そうかなので2020年はなかなか皆さんタフなね1年だったと思いますけれども、このクリスマスのシーズン神様の平安があって励ましがあるようにと祈っております。ではまた2021で2021でね会いましょう、ね、皆さん良いクリスマスを過ごしていることを祈って願ってます。なんだラウレアニューイヤーでもメレもカリキマカも入れないと。そうかじゃあ皆さんで一緒にまた言いますか。そうだね。じゃあ最後じゃあ歌おうのメリマケンなんだっけ。じゃあメレカリキマカか。そうです。メレカリキマカラウレニューイヤーごめん歌詞あんま分かんないけどうちもワイズオーバーしか知らない2020年終わりですけど2021年にまた会いましょう